F1 レジェンズ。今日は1983年の第7戦アメリカ東デトロイトグランプリを小倉重則さんの解説でお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。アメリカ自動車産業の中心地、モータウンとも呼ばれる、デトロイトですね。はい、このグランプリが行われているのはルネサンスセンターというところの、周辺で行われまして、フォードの、お膝元の町ですね。さてコース図です。1周は 4.013km、 カクカクしてるなという印象のコースですね。そうですね、典型的な市街地、アメリカの市街地コースですね。スタートフィニッシュラインは画面の向かって右下のあたり、そこから大きくぐるーっと回る大きなヘアピンのような 1,2 ターンっていうところですね。はい、さてエディ・チーバーのこれはオンボードですが、金曜日は雨だったんですね。はい、金曜日は、午前午後とも雨に見舞われてしまいまして、結局予選は土曜日の午後の1回勝負ということになりましたね。いやー、ただオンボード見ていてもこれだけコースが狭いと怖いだろうなという、はい、ガードレールとそれからコンクリートの壁の間を走り、しかも直角ターンが多いわけですよね。ターン3を超えてターン4、ここも怖いなという直角。はい、そして前年やった時にはですね、マンホールの蓋が非常にガタガタ揺れてドライバーとしては嫌だというので、マンホールをきれいに埋め直してるんですよね。はい、さて土曜日から天気は回復して日曜はよく晴れました。ポールポジションはフェラーリのルネ・アルヌーです。そして2番手がブラバム BMW のピケ、3番手がフェラーリのパトリック・タンベイ、4番手ロータスのデアンジェリス、5番手がアローズのズラーです。6番手アルボレート・ティレル。26台のフルグリッド、そろそろフォーメーションラップが始まります。実はこれ2回目のフォーメーションラップなんですね。はい、で1回目はアルファロメオのチェザリスがストールしてしまったので、それでスタートやり直しで、予定61周のレースを60周で戦うということになりました。はい、こういったところからも人が見ているという。はい、建物の上からですね。で実はこのビルの窓の奥にも本当は見てる人たちがいっぱいいるんですよ。そしてマシンの向こう側にもたくさん人がいますが、はい、あそこがピットレーンなんですね。そしてあそこで人がいるところが今シグナルを出すところですね。さてフォーメーションラップが始まりました。アルヌー、ピケ、タンベイ、デアンジェリス、チーバー、アルボレート、チェザリスの姿も見えます。ここは何といってもフォードのお膝元。はい、もちろんフォードに勝ちたい、勝たせたいっていうのはあるんでしょうけれども、現実問題としてはやはりターボ勢が、予選では良かったですね。はい、特にフェラーリが、前にドーンと出てきましたね。ただこの予選がですね、非常に複雑な状況だったんですね。はい、金曜日ウェットになってしまいまして、その予選が全然できなかった。で土曜日は朝のフリー走行を走ったんですが、みんなタイヤ選択に苦しみまして、はい、それで結局予選午後1時からの予選一発勝負になったんですね。はい、その時に予選用タイヤというのはこの時代ありましたから、予選用タイヤを持ってるところはみんなもう予選の後半、要は路面が出来上がってきたところを狙っていったんですね。ところが予選が出来上がると思っていたら、予選開始10分後ぐらいに晴れてきまして、で路面温度がどんどん上がっていったら、アスファルトの間に染み込んでいた水分がどんどん表面に出てきて、かえってグリップが悪くなっちゃったんですね。そのために結局予選の上位4台、少なくとも上位4台、前2列は予選開始から15分の間に出したタイムで並んでるんですよ。ですから後方の方に沈んだドライバーなんかはかなり予選での失敗というのが、特に出るタイミングに失敗したのが多かったんですね。と考えるとマシンのポテンシャルではかなりいいマシンも後方に沈んでいるという。はい、そうですね。それから日曜の朝に30分間のフリー走行があったわけなんですが、その段階でもまだタイヤ選択に苦しんでいまして、でちょうどこの、今トンネルを通りましたけれども、あの辺りにガレージがあるんですね。ですからこの画面向かって左側なんですが、ガレージがありまして、ガレージとピットの距離がだいたい600メートルぐらいあるんですよ。ですから日曜日のウォームアップの時にタイヤを1種類しか持ってこなかったチームは、やっぱりあっち使おうって言った時に取りに行けなかったっていうのがあったんですね。さあトンネルを抜けて
間もなくスターティンググリッドへと戻ってきますが、それにしても随分忙しいなという。合計20個ですか。はい、ターン20個ですね。そして非常に狭いコース、コンクリートウォールもこれはマシンにとっては大きな脅威になります。さあスターティンググリッドに各社が向かってきます。ポールポジションルネ・アルヌーです。今ゆっくりとポールポジションにつきます。さあそしてこれは湖ですか。かなりヨットの数も見えますが、はい、ヒューロン湖とエリー湖という湖を結ぶデトロイト川という川ですね。はい、さあ今度は綺麗にスタートが切ることができるか。自動車の街デトロイト、フォードコスワースか、それともフェラーリか BMW か。2回目のアメリカ東デトロイトグランプリ。さあレッドシグナル点灯、グリーンに変わります。ここでタンベイが遅れています。タンベイが出ることができません。そしてアルヌーもポジションを落としました。トップはピケに変わっています。タンベイが今フェラーリ止まっていましたよね。そうですね。で朝の、ドライバーズミーティングではこのストールした場合には押しがけでストール、再スタートさせてもらえるという話だったんですが、はい、これでピケがトップに変わっています。そしてフェラーリのアルヌーもポールポジションからですがポジションを落としています。現在2番手。そしてデアンジェリスのスタートも非常に良かった。さあまずはピケが飛ばしていきます。そして2番手フェラーリルネ・アルヌー。これですね。はい、押しがけ再スタートしてもらえるとタンベは思っていたんですが、マーシャルによってこれ強制的に排除されちゃったんですね。はい、それはちょっとタンベ怒るんじゃないですか。これ実はタンベものすごくこの後激怒してたんですね。そうですか。さあ先頭を走るネルソン・ピケ、スタートでポジションを上げました。と顔写真が出てきました。そうですね、デトロイト来る前にちょっと髪の毛カットしたんですよね。さあそしてモナコのようなといいますか、はい、ターンの入り方は逆ですけれども、トンネルもあります。そうですね、シーズンで、2つですよね。モナコとここだけトンネルがあったんですね。そしてここが試験員。この試験員もちょっと前の年と比べて変更された部分ですね。さあここから2周目に入っていきます。レースは全部で60周に短縮されています。さて1周目を終えてピケ、アルヌー、デアンジェリス、チェザリス、アルボレート、6番手にワーウィック、ロズベルグ、チーバー、ブーツェン、ズラーという順位になっています。そしてピケとアルヌーの差はご覧のように非常に近くなっていますが、その後ろデアンジェリスは非常にスタート良かったんですが、あるいはこれフライングですか。はい、そうなんですね。はい、実はこの、アンジェリスと、ビンケルホックもですね、はい、フライングという判定をいただきまして、結局1分加算になりました。はい、3位を引き離しながら、ただ1分加算ということで、これは本当にもう後ろに下がったも同然というデアンジェリス。先頭2台の争いといった感じになってきました。こういう今空撮映像もありますが、デトロイト、小倉さんはかなり詳しいそうですが。そうですね、ほぼ毎年のように行ってますから。はい、さあ間もなく3周目へと入っていきます。この辺りは市街地コース、この市街地コースということでフォードエンジン、コスワースエンジンにも大きなチャンス。そうですね、もうこのシーズンでも多分ここが最後の勝つチャンスと言われてましたよね。はい、ただ前を行く2台は現在はターボエンジン。
予選のそのいいタイミングで出た、そしてしかも一発の速さがあったのがターボ勢だったんですね。ただ本当にレースの長丁場になってきたときに、この曲がりくねったコースだと、コスワース勢にもチャンスは十分あり得るところだったんですね。はい、3、4コーナーを越えて、本当にドライバーには休まる暇もないという感じのこのコースレイアウト。この辺りは緩やかなカーブ。そしてまた直角に曲がりながら、ストレートというとここだけという感じなんですかね。もうほとんどあとはホームストレート、はい、ここが比較的長いストレートですね。そしてすぐ左に曲がって、ここがデトロイト市庁舎なんですけども、市庁舎のところを抜けて、そしてこの突き当たりにあるのが、コボホールといって、その各チームのガレージがあったところですね。でここは北米自動車ショーなんかも行われる場所ですね。さて2番手を走るアルヌーです。はい、そのアルヌーが一番その予選をうまくやったドライバーですね。その予選開始直後からすぐにアタックに出ていってポールタイムを出したんですね。で結局他のドライバーというのはその最初に出してた人たちが、上位4人、それ以外は全て失敗に終わったというところですね。ただその後スタートでピケに先を越されています。さて4周目に入りました。ちょうど今、このデトロイトの街少しまた、言おうと思うんですけれども、その自動車の街って言いましたけれども、もともとその自動車産業が盛んだったところが、だんだん自動車産業がその日本車や外国車が入ってきたおかげで衰退していったんですね。それでこれをなんとかしなきゃいけない、特にその治安の悪化、それから街の荒廃、そういう部分でなんとかしなきゃいけないということで、その都市再開発、要は再創造しましょうというのでルネッサンスセンターというのを作ったんですね。なるほど。でこれが71年にヘンリー・フォード2世の掛け声で始まったわけです。ですからここはデトロイトのダウンタウンなんですけれども、フォードのお膝元の街となったわけですね。ただしフォード本社自体はもうちょっと南西にあるディアボーンというところにあるんですけれども、ちょうど今通過しているのがそのルネッサンスセンターのモニュメントに当たるわけですね。そうですね、ここは視聴者で今、そうですね、ルネッサンスセンターのちょっと裏手あたりですね。そのデトロイトの街を駆け抜ける F1 マシンです。僕は87、88とこのグランプリ行きましたけれども、やっぱり本当に治安が悪いので下手に歩き回らない方がいいとか随分注意されましたね。そうなんですね。そしてこの今ちらっとシリンダーのような筒状のビルが見えましたけども、あれがルネッサンスセンターですね。そして都市再開発の一環として、ロングビーチと同じパターンだったんですがグランプリをやりましょう、そしてそれがこの前の年82年から始まったわけですね。ですからこのビルフォードって書いてありますね。でも実はこのルネッサンスセンター、2003年からですね GM の本社になってるんですよ。そうなんですね。非常に複雑な感じもしますが、ですからニュースで最近 GM のニュースなんか見るとあそこが出てきますよね。さあトップネルソン・ピケは変わりません。この2台の先頭争いのまま5周目に入っています。ネルソン・ピケは24ポイント、ここまでランキング2位です。一方のアルヌーは現在のところ8ポイントということでこのデトロイトグランプリを迎えています。さあそして後続グループがようやく映りましたが、黄色のマシンがビンケルホック、ジャコメリ、それからワトソンの姿も見えました。さあそしてエディ・チーバーが止まっています。ルノー、これは電気系統のトラブルだったんですね。予選7番手のチーバー、母国グランプリですよね。そうです、アメリカ人ですからね、イタリア育ちではありますけども残念なリタイアになりました。トップピケ、2番手アルヌー、これでリタイアはここまではフェラーリのタンベイとルノーのチーバー、そしてギンザーニの3台です。
どうですかね、この差ですが、もう完全に同じペースで走っているという感じなんでしょうか、それともちょっと突き合わされてるんでしょうかね。そうですね、非常にここ分かりにくいところですよね。それでそのピットストップ戦略をどうするかなんですよね。はい、19位ジャコメリ、それからワトソンの今争いも見えました。ジャコメリちょっとオイル上がりの煙吹いてましたね。はい、さあそしてスローダウンがデアンジェリスが今スローダウンしています。そうでしたね。これはギアボックスのトラブルだったんです。はい、そして3位以降はチェザリスが3位、アルボレートが4位、5位ロズベルグ。さあデアンジェリスのマシンですが、これはコースのアウト側の方に止めましたね。はいはい、ちょっとコースを横切って、はい、トラブルとしてはそうですね、そのギアボックストラブルでしたね。はい、でも本当に予選いいところつけていい状態だったんですけども、ちょっと気の毒ですね。かなり早い段階でリタイアするマシンも増えてきました。その1台のエディ・チーバーですが、まだ乗ったまま、ここでようやくコックピットから降ります。やっぱ諦めきれなかったんですね。まだ走りたかったんですね。そんな中上位陣の2台順調にラップを重ねていきます。フォードのお膝元ということでエンジンの対決でもありますが、現在のところはターボエンジン優勢。さあ6周目を終わっての順位、1位がピケ、2位がアルヌー、3位がチェザリス、4位アルボレート、5位ロズベルグ、6位ワーウィック、そしてプロスト、ブーツェン、パトレーゼ、ゲレロという順番になりました。さあここで後ろにアルヌーがぴったりとついてきますが、それにしても小倉さん、ここはモナコと同じ抜けない感じがしますね。そうですね、本当に両側ご覧の通りコンクリートウォール、あるいはガードレールがあって、モナコよりかは多少広いんですけど、やっぱりその抜く決め手になるところが少ないんですよね。で去年はそのコース上にバンプがあったりとか、それからそのマンホールの蓋がそのまま溶接はしてあったんですけども残っていたんで、そのドライバーからはもう衝撃が激しくて走りにくい、で文句が出てたんですね。ただ、今年はそういう点は改善されたんですね。ところどころパッチみたいに黒く四角くなってるのがあれマンホール蓋を上に舗装したところですね。でこの今ルネサンスセンターちらっと映りましたけど、7本のビルがあって、それで、ホテル、それからオフィス、それからショップ、いろんなものがあって非常に賑やかな場所でしたね。さあそしてこれアルヌーの方が速そうにも見えますが、小倉さん、この辺り作戦はどうだったんですか？ストラテジーがありましたね、この頃も。それで、実は、ブラバムのネルソン・ピケはフルタンクでピットストップしない作戦を選んでるんです。そうなんですね。で当然アルヌーは、通常通りピットストップをするという作戦を選んだんですね。ということはアルヌーとしてはここは早くかわしたい。ただアルヌーはまたフェラーリ陣営はブラバムチームは多分ピットストップをしてくるだろうと踏んでるはずなんですよね。つまりこの段階ではお互いにお互いの戦略がわからない状態で走っている、現在の F1 のその第一スティントと同じ状況ですよね。でしかも当時はその燃料の積み替えもタイヤの選択も自由でしたから、今の第一スティントよりももっとライバルの動きが読みにくかったんですよね。もちろん予選の時の燃料制限なんかもないわけですから。先頭を走るピケ、去年はここでは予選落ち、いろいろとその、不手際があったんですね。
その進行上の不手際が上がって、それで予選落ちしたんですけども、もともとピケはその市街地コースは本当嫌いなんですよね。ああ、そうなんですね。さあ、そしてジャリエが入っています。リジェのマシーン、予選19位のジャリエ。先頭争いはターン12、そして13というあたりを超えていきます。非常にピケもアルヌーをコントロールしながらの走りになります。そうですね、非常にうまく落ち着いて走ってますよね。はい、そのいかに市街地コースが基本的には嫌いだと言いながらも、こういうところはそのきちんとやっていきますよね。まあ、それとそのピケが実は語ってた言葉によると、平均速度が遅いからオーバースピードのミスが少ないで、自分はフルタンクで行くって最初から決めてたから、はい、多少疲れてもあるいは抜かれたとしてもそんなに気にしてないんだよ。あ、そうなんですね。そのあたりがこの落ち着きにもつながっているのかもしれないですね。はい、精神的に余裕を持って戦ってたんですね。はい、もう完全に3位以降のマシンの姿は一切見えなくなりました。先頭の2台だけという感じ。完全に一騎打ちになりましたね。ただこうやって見ているとアルヌーは速いとしてもどこでかわせるのか。さあ、ようやく今下位グループが移りました。サーキットは上の方に当たるわけですね。そうですね。ちょうどさっきはターン5、6あたりでしたね。はい、ちょうど高速道路のジャンクションを取り巻く場所だったんですけどね。さあ、ピケはなんとかコントロールしていますが、近づいてくるアルヌー。ブラバム BMW 対フェラーリという対決の構図になっています。さあ、ここは完全に距離が近づいてきました。トンネルでももうご覧の位置、ラインを変えていくアルヌー。さあ、かわすことができるか。しかしここは本当に抜きどころが少ない。さあ、それでも果敢にインに飛び込んでいくかアルヌー。しかしここはピケ、まだサイドバイサイドにはなりません。この辺りはエンジンの差というのはどうなんですか？そうですね、でも、4気筒それから V6 っていう差はありますけども、実力はほぼ伯仲ですね。抜くことができないアルヌーです。さあ、ここもまだテールトゥーノーズ、非常に近い位置での争い。果たしてどこでかわすことができるか。さあ、ここでこれでも無理です。一瞬ラインを変えます。ルネ・アルヌー、フェラーリ。ネルソン・ピケはまだ粘っています。さあ、ここでかわすか、ここでかわすか。ここでポジションが入れ替わっています。さあ、これでアルヌーがトップに立ちました。ちょっと肝心なところでカメラの切り替わりがそうですね、後ろからのショットになっていましたが、これでアルヌーがかわしてトップに立っています。ピケは2番手に落ちました。かわしたのは結局ストレートのエンドですね。はい、裏のストレートのエンドですね。はい、さあ、これでピット戦略、1回ピットストップのアルヌーが前に出たということで、どんどんアルヌーは差を広げていきたいところです。2位に下がったピケ。金曜日の雨からかなり天気も良くなってきました。日曜日は快晴です。土曜日の予選開始その10分後からなんですよね。それまでは金曜日は雨、土砂降り、それから土曜日はずっと曇り
そして予選のところから晴れたというところですね。さて10周終了時の順位が出ています。トップがアルヌー、ロズベルグが4位に上がってアルボレート5位に落ちています。そしてラフィー・ウィリアムズ9位に上がってきています。今シーズンからこの83年のシーズンからフェラーリに移籍したアルヌーです。はい、そうですね。フェラーリがその前の年、2人のドライバーが亡くなり、それから大怪我をしたという悲劇があって、タンベイとアルヌーを迎えたわけですけども、この今走ってる 126C2B で、これもう新型車を準備してるんですね。さあそして3位争いですが、前がチェザリス、後ろがロズベルグ。ロズベルグは予選12番手から4位まで上げてきました。さあこの3位争いですが、ここでポジションがこれも変わっています。ロズベルグが3位に上がって、気づいたら3位という感じの映像になっていましたが、やっぱりあそこの裏のストレートエンドがやっぱりオーバーテイクポイントみたいですね。そしてチェザリスは4位に落ちています。ロズベルグのエンジンもこれは、自然吸気の、コスワス DFV8 ですね。やはり市街地コース、この市街地コースでは十分互角に戦えるという。さあレースは12周目に入ってきます。この前の年82年にワールドチャンピオンに輝いたロズベルグ、ただ1勝でワールドチャンピオンですからね。うまくポイント稼ぎましたよね。ただ本当に今もこうスライドさせながら、このケケのそのマシンコントロール、それからそのガッツあふれる走りって、ここは光りましたよね。で特に金曜日ウェットの中でもものすごい走りをして観客を魅了したそうなんですね。とにかくタフで、今回もちょっと鼻風邪気味だったんですけど、そんなもん全然苦にしてないですよね。元祖フライングフィン、このケケ・ロズベルグ、息子のニコ・ロズベルグも F1 に来たわけですけれども、そういった意味ではね、前を走っている2位のピケも、ピケジュニアが F1 へというステップを歩んでますから、非常にこの辺りはね、83年を見てみてもお父さん同士の争い。そうですね、でこのお父さんたちも最初の1年目2年目っていうのは結構恵まれないチームだったり、あるいはこういい条件じゃなかったんですよね。そこから這い上がってきてますからね。2世たちも這い上がるのを期待したいですよね。さあそしてトップが移りました。フェラーリのルネ・アルヌー。アルヌーはこの前の年まではルノーで走っていましたが、プロストとの確執がありました。そしてルノーを飛び出してフェラーリにやってきました。そうですね、その自分がやっぱりルノーのエースだと思ってたところへプロストが来た。そして打ち負かされてしまったわけですよね。アルヌーとしては負けたつもりはなかったんですけどね、それでもそのルノーでポールを14回、優勝4回貢献はしてたんですよね。でそういうのを見てエンツォ・フェラーリは引っ張ってくれたんですね。ここまで3位が2回というこのシーズンなんですが、評価としてはどうだったんですか？非常に評価はやっぱり高かったですよね。ただどちらかというと、その気分にスイッチオンオフがある人なんで、そういうところでそのムラっ気があるのが欠点かなと言われてたんですが、でもこの後 F1 レジェンド今年見ていただくと、アルヌの速いすごいところも見ていただけると思いますよ。本当にでもこの時期のアルヌというのは速くていい時代でしたね。ですからこの後80年代後半になってくるとリジェに戻ったりして、そのいい車に恵まれないで苦しみましたけど、それ以前のこのフェラーリ時代というのが一番彼の輝いてた時ですね。特にこのデトロイトアメリカ東のグランプリではもう完全に今は優勝を確信して走っている、そんな今ルネ・アルヌーです。まもなく14周目に入っていきます。フェラーリはもう1台しか残ってないですからね。そうですね、
非常にね、フェラーリにとってアメリカって重要なとこなんですよ。あ、そうなんですか。はい。実はフェラーリの売り上げの大部分、一番大きいところを占めてたのは北米市場なんですよね。はい、ですから、そのアメリカでやっぱりステータスシンボルっていうのがフェラーリを持つことなんですよ。ですから、そのフェラーリにとってアメリカで勝つってすごく重要なことなんですよね。はいはい。ルイジ・キネッティという人がアメリカの輸入総代理店の人がやってるんですけれども、その人がとにかく車をいっぱい売れるようにしないといけないんですよね。はい、ですからタンベイが1台早々にこう意図してないうちに片付けられちゃったっていうのは、そうですよね。はい、フェラーリにとっては大誤算ですし、はい、アルヌーに対する期待が今ものすごくかかっているところですよね。はい、期待とそれからプレッシャーとというルネ・アルヌー。ただピケのマシンは完全に見えなくなりました。大きく引き離してトップを走っています。この直前の2レースはリタイアというルネ・アルヌーです。果たしてこのデトロイト結果を残せるかというレースを迎えています。ここまでは快調。後ろを大きく引き離してのレースで、もうすぐその C3 という新型車が出てきますからね。もうここが来る前にテストもやってますので、はい、もうこの当時アルヌーそれからタンベイの気持ちはより前向きになってたはずなんですよね。はい、さあそして今アルボレートがチェザリスをかわしました。アルボレートがこれで4位に上がってきました。5位にアルファロメオのチェザリス、さらに6位にワーウィックが続いています。この辺りの争いは非常に激しくなっています。アルボレート4位に上がってレースは15周目。このベネトンカラーのマシンです。本当に当時としてはね、ベネトンって日本では全然まだ知られてなかったんですよね。あ、そうなんですね。はい、ですから僕はベネトンっていうのがこの当時こうレースで知ってたんですけど、銀座に看板が出た時にすごいと思ったんですけど、周りの人は誰も気がついてくれなかったってなりましたね。さてトップを走っているフェラーリのアルヌーです。ここまでこの83年なんですが、ターボエンジン対それ以外のエンジンということで言いますといかがですか？はい、83年ここまで6戦してきて、ターボが4勝、それからコスバスが2勝なんですね。はい、で、高速寄りなブラジル、サンマリノ、それからフランス、ベルギーはターボ勢が有利でしたけれども、この低速市街地になるロングビーチ、モナコはコスバス DFV が勝ってきたわけですね。はい、で結局このシーズンで見てみると、あとは市街地コースはここのデトロイトだけなんですね。ですからもしフォードの DFV が勝つとしたらもうここしかないぞっていうところなんですね。はい、ということはお膝元という理由とここでは勝たなければいけないという2つの理由があるわけですね。はい、さあレースは16周目に入っていきました。デトロイト川、はい、対岸がウィンザーってカナダなんですよね。もうはいはい、もう国境なんですね。はい、全長は 51km というデトロイト川。さあそしてアルファロメオのナルディが移りました。予選は25位。はい、予選を失敗してしまったんですね。F1 ではいいとこなかったですね。スポーツカー行ってからはすごく活躍したバルディでしたね。はい、さあ周回遅れにしていこうというアルヌーです。ここはうまく料理していきました。はい、アルファロメオを抜くフェラーリ、長い F1 の歴史を感じさせる場面ですね。はい、すでに周回遅れのマシンも1台出てきました。とにかく今は
軽くなって逃げたいというこのルネ・アルヌー。そうなんですね。とにかくこれで対ネルソン・ピケに対してマージンをいっぱい稼ぎたいんですね。はい、もうマシンの撤収はできないんですね。はい、全然ダメですね。はい、もう2台ともまだ止まったままですよね、コース上でね、クレーン車も一部配置はされてるんですけど、配置されないところだともうどうしようもないんですね。はい、最終の試験員を超えて17周目。ちょっとアメリカらしからぬ映像のはい、大雑把さといいますか、やっぱりね F1 には慣れてないんですよね、アメリカの放送局は。そうなんですかね。さあそして2位争い、2位のピケに3位のロズベルグ、かなり距離が近くなってきました。いや、この戦いは楽しみじゃないですか、小倉さん。いや、これ楽しみですよ。そのモナコでもロズベルグコスパス DFV で勝ちましたからね。やっぱりターボは馬力と瞬発力っていう点では勝るんですけれども、こういう市街地コースになるとどうしてもそのスロットルラグがあるわけですからね、はい、弱いんですよ。さあケケロズベルグがピケに近づいてきました。はい、明らかにここはマシンの勢いが違います。もういつでも抜くぞっていう感じですよね。さあそのフライングフィンの走りで、マシンのセッティングさえ決まってしまえば、もうここはウィリアムズの方が強いですね。さあここでかわせるか。まだここではいけません。まだコントロールしているピケ。いやそれにしてもオーバーテイクは非常に難しいサーキットです。それでもね、そのモナコよりかはちょっとコース幅広いですからね。そういう点がね、まだピケはこのコース嫌いだとは言っても完全に不得意にしてない部分なのかもしれませんね。アルヌーにはかわされたこのピケです。今度は後ろからロズベルグ、なんとか2位を守っています。さあそして先頭のアルヌーが18周目に入っていきます。アルヌー18周目、そして2位争い。ここはなかなか距離が近づくようで近づいては離れというそんな争いです。さあそしてジャリエが2回目のピットインです。はい、でもね、ホイールナットに問題があったんですね、これ。はいはい、2回目のピットインを余儀なくされています。気になるのはこの後ろ2位争い。さあ移ります。ネルソン・ピケ対ケケロズベルグ。さあここでもかわすことはできません。もう見てるフォードの人たちはイケイケっていう状態でしょうね。そのエンジンの威信をかけての戦いでもあります。ここはフォードエンジン、コスワースエンジンを乗せたこのロズベルグのマシン、一気に勢いを得て前のピケを狙っていきます。さあここでも距離が詰まりますが、さあここでいくか。一瞬ラインを変えますがかわせません。でも十分牽制してますよね。さあそして周回遅れのバルディが前にいます。ここで譲りましたね。トンネルで譲っていきました。小倉さん、これもうワールドチャンピオン同士のバトルという。はい、さあここでまだいけません。はい、まだ順位は変わりません。81年のチャンピオンと82年のチャンピオンの戦いですね。実力者同士のバトル。いやただこうやって見ているとやはりケケロスベルグは走りが荒っぽいと言いますか、ラインを変えて本当そうなんですよね。その荒っぽいけど力強い走りのケケ、それから華麗な走りのネルソン・ピケ、はい、その両好対照ですごく面白いですよね。
白熱の2位争い、まだここはピケがコントロールをしています。でも多分この地元のお客さんは知らないドライバーかもしれないんですよね、どちらかというと。そうなんですか。 F1 の知名度そんななかったですからね、はい、でもやっぱりフォードのエンジンをつけてるってなればフォードを応援しますよね。さあその2位争いの前にいるのがアルヌー。アルヌーは今はとにかくマージンを稼ぎたいというそんな走りです。そしてその前には今リジェのマシンが見えました、はい、26番のボーゼルですね。激しい2位争いを尻目に自分のペース、その距離を広げていくルネ・アルヌー、フェラーリ。さあそしてバトルはまだ続いています。場内アナウンスも結構こう煽ってる感じのアナウンスになってますよね、はい、ちょっとミシガンなまりの英語で。いやもうロズベルがマシンを滑らせながらという感じのドライビングになりました。いや本当にロズベルグらしい攻撃的な走りでいいですね、さあそしてバルディですがピットでストップしています。いやもうテールトゥーノーズ、そしてマシンを右に左にという、そしてプロストのマシンが今日初めて映りましたがピットイン。はい、これがほぼルーティンのピットインなんでしょうね。はい、ルノーもフルタンクで行くかそれともハーフタンクでピットストップで行くか悩んでたんですよね、さあちょっと待ってください、これロズベルグ順位変わってますよね。前出ましたね。前に出てますね。ロズベルグが2位に上がっています。ピケはかわされました。いやあれだけ素晴らしいバトルだったんでどこで抜いたのかちょっと気になりますが、ロズベルグが2位、ピケが3位に落ちています。そして先頭アルヌーは変わりません。まあでもピケとすればまだまだレースは先が長いからって思ってるところなんですけどね。止まらないわけですからね。はい、はい、さあこれでレースは21周目に入っていきます。ロズベルグがネルソン・ピケをかわして2位に上がってきました。激しいバトルを制したロズベルグ。さあ20周終了時点の順位です。アルヌーは変わりません、先頭。2位にロズベルグ、3位にピケ、そしてアルボレートの4位も変わりません。10位にティレルのサリバンが上がってきました。ダニー・サリバン、やはり地元ドライバーですね、はい、アメリカ人。さあ後方での争いとはここは無縁の一人旅という感じになってきました。フェラーリのルネ・アルヌー、次々とマシンを周回遅れにしながら、マクラーレンのマシンですがこれニキ・ラウダですね、はい、アルヌーは追いつきました。マクラーレン勢はタイヤ選択に今回苦しんじゃったんですよ、ですからフリー走行の時も実は4種類のタイヤテストしたんですね。はい、コンパウンドとそれからコンストラクションの違うタイヤ種類で4種類合計テストをして、で最終的には、日曜の朝にテストを最後やってみて、感じは悪くないよ、でも全然グリップもないしタイムも上がんないよって状態だったんですね、はい、さあニキ・ラウダが周回遅れになりました。ワールドチャンピオンにとっては小倉さん、屈辱のシーンですかね。そうですね。そしてしかも77年にフェラーリと喧嘩別れして出てった人ですからね、はい、そのフェラーリのマシンに周回遅れにされたニキ・ラウダ。さあそして注意グループが映りましたが、
ブーツェン、ゲレロ、サリバン、そしてその後ろワトソンが11位、8番手以降のマシンです。マクラーレンは非常にタイヤ選択苦しんだんですけど、ワトソンはうまくまとめてきたんですよね。同じマシンでこれだけ順位が違うというのもね、そのあたりなんでしょうね。でワトソンは前の年予選17位から優勝しているというドライバーですからね。その後方からの追い上げは得意なワトソンです。しかもこの年のロングビーチでも予選22位からスタートして優勝してますからね。今回も得意の後ろからの追い上げ、果たしてどこまで届いていくかというワトソン。ロングビーチでの大逆転優勝がありました。予選22位から、そして今回は予選21位からというワトソン。ただこのアメリカの映像として見れば、やはりアメリカ人ドライバーのサリバンをちょっとフィーチャーしたいという感じでしょうか。そうですね。アメリカのカンナムシリーズとか、走ってましたけれども、やっぱりヨーロッパのレースが好きなんでこう出てきたわけですね。当時33歳。ただいい条件に恵まれなくて結局 F1 では大成できなかったですね。ただその後インディカーに行ってインディ500でも勝ってますし、アメリカのヒーローになりましたよね。そして前の白いマシンアローズ、ブーツェンここから出てくるんですね。そうです。まだこれベルギーグランプリでデビューしたばかりですからね、本当のルーキーです。さあちょっと画面でゲレロが遅れたのが少し気になりましたが、少しスローダウンしている映像かわされていきました。ピット入りましたね。さあそしてトップのアルヌーがこれで23周目、全く問題ないという感じの走りです。絶好調ですね。これピットストップではないですよね。そうですね。通常のピットストップじゃないですね。ところどころでこの場内の実況というのも英語の実況聞こえてきますが、典型的なアメリカンスタイルですよね。ちょっと早口で喋ってる。60周のレース24周目、このままトップを守りきれるかというアルヌー。さあそして後方ですが、2位のロズベルグがニキ・ラウダを周回遅れ、あっさり抜いてきましたね。もう全然ペースが上がらないというニキ・ラウダ。アルヌーの前にはまたしてもラップ遅れのマシンが出てきます。ズラーですかね。そうですね、アローズのズラーですね。今抜けって合図出しましたね。さあここでまた周回遅れ、ズラーをうまくかわしていきます。ただこれだけ独走という感じになりますと、もちろん相手のピット戦略がまだわからないわけですけれども、とにかくピットインの時間を稼がなければいけないという、必死ですよね。ただやはり1周が短いですから、あっという間に周回遅れのマシン出てきますね。さあそしてニキ・ラウダがスローダウンしました。もう一度加速をしていきますが、これは完全に抜かさせちゃいましたね。
止まるような形で今チェザリスとボーゼルが抜いていきました。そしてアルヌーの前はこれパトレーゼのマシンです。今抜きましたね。はい、このアルヌーなんですけどね、はい、F1 のデビュー78年なんですよ。でその時はマルティニっていうフランスのチームから出てきたんですけど、これアルヌーが F2 でチャンピオン取った時のチームなんですよね。それで、コンストラクターでもあって今も、マルティニ・リジェっていう形で、小さいフォーミュラカーのコンストラクターやってますけど、はい、とにかくこう志抱いて上がってきたんですよね、チームと一緒に、はい、ところがたった4レースでお金がなくなってしまってチームダメになっちゃったんですよ。そこでまずアルヌーのつまずきがあったんですよね。でそれ以前も結構厳しい下積みの時代があったりして、それでやっと上がってきてこの今フェラーリで輝いてきてるとこなんですよね。はい、82年はランキング6位優勝1回という、はい、ところがですね、これ85年なんですけれども、ブラジルだけ出てあとは、謎の引退をしてしまうんですね。それはどうしてなんですか？これがですね、いろいろと未だに本人聞いても教えてくれないんですよ、理由は。はい、ただ当時の噂としてはどうやらチーム監督のマルコ・ピッチニーニの奥さんと関係があったんではないかという噂はありましたね。女性間問題ではないかという、はい、でピッチニーニが激怒してクビにしたという噂があるんですが、これは噂であって、で未だに本人はそれはもう語れないと言ってますね。奥深い話ですね。はい、でもその後は結局先ほどお話しした通りで86年からはリジェになって89年で最後のシーズンを迎えるまでリジェで通したわけですけど、はい、そういう意味ではこの辺りがアルヌにとっては一番キャリアでもいい時期と言ってもいいのかもしれないですね。はい、そうですね。さあそして8位9位争い、サリバンと9位のワトソンの争いです。この2人の距離もかなり近くなって、ワトソンの追い上げが始まっています。で両方ともね、コスワス勢同士ですからね、はい、非常にその加速のピックアップのいい車で動きもいい車同士ですから。でとにかくラウダはですね、先ほども完全にやはり決勝になってもグリップが回復しないということで全然ペースが上げられなかったんですね。はい、それに対してワトソンはなんとか戦えてるんですね。はい、そしてアルヌーは初めての優勝が80年のブラジルグランプリ、そしてこの前の82年も1回優勝をしています。ただフェラーリに来てからはまだ優勝がない83年シーズンです。80年のね初優勝は結構印象深いシーンとして結構覚えてますね。さあワトソンが近づいてきました。なかなかこの国際映像でオーバーテイクのシーン今日は撮ってくれないですから、そうですね、ここはオーバーテイク見られるでしょうか。でも本当に面白いのはこのティレルはサイドポン2がすごい短いタイプの、83年型っていう感じで、はい、それでマクラーレンはどちらかというとサイドポン2が長い82年までのスタイル、そしてまた83年後期から現代につながるスタイルを持ってますよね。でマクラーレンはもうこの時からそのサイドポンツーンの後ろをリアタイヤの内側に綺麗に巻き込むコークボトルスタイルを取ってるんですよね。さあ1台しか残っていないフェラーリのアルヌーがトップを快走しています。もう結構ブレーキングで頭がクンって前に下がったりしてますね。はい、このレースの時点で34歳というルネ・アルヌーです。
ちょうど後ろ最終コーナーフォードっていう看板があって、フォードマスタングの看板もありましたね。はい。さあワーウィックが入りました。ちょっと後ろからの煙も気になります。白煙が上がってましたね。上がってましたね。でドライバー自身はもうダメダメっていう風に手を左右に振ってましたね。アルヌーはどうですかね。これもう間もなくピットインというようなタイミングを迎えそうです。そしてワトソンがやはりサリバンをかわしています。このやはり F1 の経験の差の違いもありますよね。そしてもちろんマクラーレンというチームとティレルというチームのこの時点でのチーム力の差もありますね。はい。これでワトソンが7位、サリバンが8位、そしてかわされた後サリバンが少し遅れ始めています。そしてボーゼルが移りました。リジェのマシーン15位です。現在15位のボーゼル、そして7位のワトソン。ワトソンの追い上げが始まっています。まもなくピットインのタイミングも迎えるルネ・アルヌー。ただこれだけ走っていれば十分トップで戻れるという。そうですね。ちょっとペースがいいですよね。はい。さあそして前のジャコメリのマシンですが煙が少し見えました。ちょっとオイルが出てる感じですね。今も煙を出しながらジャコメリのマシン。さあ29周目に入りましたが、小倉さんこれちょっと気になるんじゃないですか。アルヌー嫌ですよね、後ろ走るドライバーは。はい。でもちろんメインポストで今オイルバタが出ましたね。オイルが漏れてかなり滑りやすくなっていくという中でのアルヌーですから、なるべく早く処理したいところ。この位置でようやくかわしていきます。もう明らかにおかしいですね。トールマンのジャコメリ、やはり何かトラブルを抱えているようです。さあそしてアルヌーの前にはまたしてもこれラウダが映りました。ラウダは2周遅れですか。はい。もう本当にラウダにとっては今回はもうダメな状態なんですね。さあそのラウダもパスして2周遅れにしていきましたアルヌー。レースの半分の距離、29周を終えてこれから30周目というところ。ちょうど中間ですね。はい。60周のレース。ここまでは完璧なレース運びと言ってもいいアルヌー。序盤ちょっとピケに先行されるシーンもありましたが、再びトップを奪い返しています。取り戻しましたよね、スタートの出遅れを。さあレースの半分の距離のアルヌーですが、ここでピットに入ります。さあアルヌーがピットインです。ピットインという戦略を選んだフェラーリ。さあこの戦略果たしてこのアメリカ東こうそうするかどうか。ピットストップもミスはありませんね。全く問題なかったですね。はい。タイヤを交換、そして給油もして13秒の静止時間、1位でレースに戻りました。さあそして2位を走っていたロズベルグも同じ週にピットに入ってきました。こちらは少し右のリアタイヤ時間がかかりました。17.5 秒という静止時間。ロズベルグの方はやや失敗という感じでしょうか。そうですね。ピケがこの間に2位に上がりました。ピケとロズベルグの順位が入れ替わっています。
さあこれでピットインのタイミングを終えたこの1位のアルヌー、そして後ろにピケですが、その差が3秒です。まだこの時点ではお互いの戦略、もちろんアルヌーは入ったから分かるわけですが、まだピケの戦略はアルヌーには分からないんでしょうか。多分フェラーリ勢としては分からないですね、ということはかなり気になるこの後ろの存在になりますよね。ただタイヤを変えました。新しいタイヤのルネ・アルヌー、もちろんこの辺りはグリップ、そのタイヤの力では今はアルヌーが上。ノンストップ作戦のピケが後ろから迫ってきます。ちょうど新しいタイヤを履いて一周回ってきて、ほぼこれでこうタイヤの性能がフルに出てくるところですからね、そして前にまた今これまたラウダですよね、もうそのタイヤの状態が悪い、そしてさらにハンドリングも悪化してしまったんですね、もちろんピットインしましたから、それで一度は順位を取り戻したことにはなりますが、それにしてもシーンだけでいうと3回ですからね、ニキ・ラウダ2周の遅れになっています。アルヌーというドライバー、日本人のファンにとってはイメージとしてはどうなんですかね、小倉さん。フジテレビが中継する時代になってからですと、やっぱり遅くてこう走る試験員のようなドライバーに見られてましたけど、やっぱりこの頃そのレースの情報を本なり雑誌なりで見てた人にとっては速いドライバーでしたよね、それからもうちょっと前 F2 時代とかに一時期日本に来て戦ってたことあるんですけど、その時はやっぱ一発の速さはあるけど、ちょっと他のドライバーより見劣りするドライバーって言われてたこともありましたよね、特に同じフランス人ドライバーとかヨーロッパのドライバーが日本に来て、いやルネは大したことないよとかって言ってたのもありましたからね。ただこのレースを見ているとそんな印象全然ないですよね、ですから本当にその70年代後半にアルヌをバカにしてた人たちにとってはっていう状況なんですよね。こんなに速かったんだというね、78年 F1 デビュー、そしてこの83年初優勝に向けてルネ・アルヌー。さあサリバンが歩いてピットに戻ってきてしまいました。マシンを降りています。電気系のトラブルですね。7番手まで上がってたんですけどね、あと1つ上がればポイントだったんですが、さあそしてアルヌーの後ろにピケがもう迫ってきました。条件としてはアルヌーの方が上だと思われるんですが、ちょっとピケの方がペースがいいんでしょうか。そうですね、非常に今調子よく迫ってきちゃいましたね、とにかくアルヌー、そしてフェラーリにとってはピケの動きが気になるところなんですね、もう完全に同じカメラ、同じ画面で映るようになってきました。さあアルヌーの後ろからはピケ。さあアルヌーですがここで加速できません。後ろからピケが一気にかわしていきました。アルヌーがスローダウンです。小倉さん、これアルヌーはこれもね実は電気系統のトラブルなんですよ、で実はですね、ターボエンジンってものすごくターボから熱が出るんですよね、でその加熱によってこのエンジンあるいはその電気系統に対してダメージを及ぼすことが多かったんですよ。ただこのフェラーリでの初優勝に向けて快調に走っていたルネ・アルヌー、いや諦めきれません。ゆっくりですがマシンを走らせ続けます。この辺りアルヌーの気持ち現れているようです。結局このターボの開発の歴史の中で一つの、
鍵になるのが熱の対策、それから熱に対してその伝送系統とかその補給類をどうやって耐久性を持たせるかだったんですけどね。さあそしてチェザリスがタイヤバリアに突っ込んでいます。チェザリスもまだまだコースに戻りたい、押し戻してくれっていうのを一生懸命今合図してますよね。なんとかコースに戻りたいチェザリス。そして先ほどアルヌーはマシンを降りていました。そのアルヌーの後ろ姿、いやこれもフェラーリでの初優勝見えてましたから、悔しいでしょうね。さあそんな中トップに立ったのがピケです。さまざまな波乱が起こるこのデトロイトグランプリ、そして優勝の夢敗れたルネ・アルヌー。本当にでもアルヌーは、いい時代でしたけど不運なことも多いドライバーでしたね。その象徴がこのレースなのかもしれないですね。さあそしてトップに立ちましたネルソン・ピケ、ブラバム BMW ターボエンジン。そしてピケはノンストップ作戦ですから、このままコース上走り切るだけというそんな状況に変わりました。レースは半分を過ぎて間もなく34周目に入ります。このコースはとにかくその燃費でいうとそんなに厳しくないんですね。ですから、フルタンクで走り切れちゃうっていう計算が立ったんですね。ですからじゃあフルタンクでいっちゃおう、あとはそのタイヤの消耗、その辺の兼ね合いで考えたんですね。さて33周終了時点の順位です。1位にピケ、2位にアルボレートが上がっています。3位ロズベルグ、4位ワトソン、5位ラフィー、6位ブーツェン、7位にマンセル、8位プロスト、そして9位にチェコット、10位ジャコメリということで、気づいてみればトップ10の中にターボエンジンは現在3台だけ、あとは全てフォードエンジンという状況に変わりました。やっぱりノンターボ勢 じわじわ上がってきましたね。そしてこちらはマクラーレンフォードのマシン、ワトソンが4位です。でしかもやはり熟成されたフォードコスワースのエンジンという強さがありますよね。さあそしてノンストップ作戦のピケ、この戦略もどうですか。今回はここまでは功を奏しています。そうですね。で実はそのフェラーリとのその戦略の読み合いの部分で、ブラバムチームはテクニカルディレクターのゴードン・マレーがピットクルーにこう耐火マスクをつけさせたりとかして、ピットインをするぞっていう素振りを見せたりして、その随分フェラーリを欺いてたんですよね。さすがにもうここまで来ればもうないだろうなと思うでしょうけどね。でもこうなったら勝負っていうところだったんですが、逆にフェラーリが自滅してしまった。ただ心配なのはちょっとピケの、左フロントタイヤとか左タイヤが少しこう消耗して筋が見えてますよね。そうですね。右も少しありますね。さあそのピケですが35周目に入ってきました。81年のワールドチャンピオンネルソン・ピケ、この時点でここまで8勝でした。もう本当にピケの典型的なスタイルなんですけど、マシンが勝てるとき、状態がいいときっていうのはもう本当にいい仕事するんですよね。でも完璧な仕事をするし、モチベーション高いし、走りも華麗な走りを見せるんですよ。でそれがその81年チャンピオン取った時なんて本当にそうでしたよね。だからイタリアのジャーナリストなんかがそのブラジルのサンバのダンスだっていうんですね、彼のドライビング。そこまでこう高い評価をするんですけど、ただそのダメな時ってなるともう早々にもう切り替えちゃうんですよね、気持ちを。でも早くレースリタイアしちゃったりとか、あるいはもうこれがピケなのっていう走りをしたりするんですよね。特にその明らかに手を抜いてる戦い方しちゃうんですよね。ですからすごくこういい時悪い時っていうのははっきりしてるんですよね。ちょっとミハエル・シューマッハのようにこういつも全力みたいな感じではまた違うんですね。そうですね、ちょっと違いますね。ただでもピケもある程度、特に3度目のチャンピオンを取る頃になるとやっぱりポイント計算をどうするとかっていうのをすっごくやりましたよね。
ぱりね、その辺はね、プロスト、ピケ、それからセナ、みんな同じなんですよ。はい、で、ピケの晩年、最後の頃はシューマッハとチームメイトだった時代もあるし、その辺はやっぱりお互いにライバルでもあるけど、そういうとこを学び合ったりしてるんですよね。はい、教えたり学んだり。第6戦を終えた時点でそのプロストが28ポイント、ピケは24ポイント、4ポイント差、ポイント争いを考えても、今プロストは後方に沈んでますから、非常に大きなレースになります。さあレースは36周目に入っています。現在のところコース上は15台となりました。そのうちターボエンジンは3台だけ。そうなんですね。急に晴れて多少気温は上がったのは事実なんですよね、この3日間の中で。ただそういう問題というだけでもないんですよね。はいはい。タンベンはもう完全にスタートミスしてしまった、はい、からチーバーは電気系統からパトレーズはブレーキトラブル、はい、からビンケルホックは、アクシデントでプロストは走ってるけども、序盤の接触でハンドリングが悪くなっちゃったっていうので、全てがターボエンジンとは言えないんですけどね、はい、ただそのターボエンジンの発熱によって電気系統が傷んだっていうのもありましたね。どうなんですかね、お膝元ですからフォードの呪いというようなそんな感じかもしれないですね。そうですね、そう考えるとターボエンジン、ブラバム BMW ターボ、このピケですが果たしてこのまま逃げ切ることはできるんでしょうか。後ろからは2位のアルボレートも姿が先ほど見えました。この距離になってきました。2位のアルボレート、当然こちらはフォードエンジンになりますが。そうですね、このアルボレートが搭載しているエンジンはただ DFV ではなくて DFY という新設計エンジンなんですよね。はい、で非常にその、シリンダーの径ボアを大きくしてで、ショートストローク型で高回転高出力寄りにしたんですよね。でさらにちょっと改良して中低速のピックアップも良くしたので非常に今回これうまくいってますね。さあ先頭のピケは37周目に入って2位のアルボレートとは 3.5 秒の差。アルボレートガンガンいきますね、かなり後ろから勢いのあるアルボレート迫ってきます。81年ワールドチャンピオンのネルソン・ピケ、開幕戦のブラジルで優勝、その後フランスとモナコでは2位、この時点でランキングは2位です。そして後ろからアルボレートはこの83年シーズンはここまでポイントがないんですね。そうですね、やっぱり、全然状況としては厳しかったですよね。はい、もちろんエンジンっていう点でコスワスのエンジンでは勝ち目がなかった、はい、それからティレルというチームが、さほど良くはないですよね、トップクラスとは言えなくなってしまっていた。さあそしてアルファロメオのバルディが、かわされていきます。2周遅れになります。アルファロメオもちょっと苦しいですね。そうですね、新仕様の V8 エンジンなんですが、ベルギーではちょっとうまくいったんですけど今回はうまくいかないですね。はい、さあそして3位のロズベルグ、ラフィーがピットインをしました。3位にロズベルグが上がっています。煙が少し見えましたがジャコメリ、まだでも走ってますね。はい、さあ画面はネルソン・ピケのマシンに戻ります。チェコットが何かトラブルがあったようです。はい、これはシフトリンケージがダメになったんですね、それでシフトチェンジができなくなってこれでリタイアになってしまいました。かなりリタイアするマシンも多いグランプリ。ここは
そうですね、モナコと同じようにやはりちょっとサバイバルな傾向が高いレースですね。はい、あとはマシンにもトラブル起きてくれるなよというこのネルソン・ピケ。アルヌーが止まったことにより現在は先頭を走っています。そして前に見えたマシンがアローズのズラーですね。はい、ズラーはですね、序盤にオーバーランしてしまってエスケープロード入った時にですね、グッドイヤーの看板の破片の紙が貼ってあったんですけど、はい、その破片の紙をサイドポンツーンに拾ってしまいまして、それでどんどん水温上がっちゃったんですね。はい、でブリーザーパイプから冷却水が噴き出し始めて沸騰して、それで水をまきながら走っちゃったんですよ。そしたらコースマーシャルがオイルと勘違いしてしまってピットインを命じた。でそれで大幅に遅れてしまったんですね。結構予選とか調子良かったんですけど、それが大きく遅れる原因になってしまいました。はい、3位のロズベルグ、そして後ろからは4位のワトソン、かなりその距離は近づいています。そしてこちらはズラーとトップのピケ。まもなく2周の周回遅れとなりそうです。アローズのズラーで、そのズラーがその遅れたその理由の一つ考えられるのは、アメリカのマーシャルってどちらかというと車からオイル漏れるの嫌がるんですよ。はい、特に甚だしく路面にまだこう霧のようになってるうちはいいんですけど、液体でドーって流したりするとすごく嫌がるんですね。でそれはなぜかっていうと、アメリカのマーシャルって比較的やっぱりオーバル的な考え方で、路面にこうオイルが漏れると流れると危険であるから、それを早く処理したい、あるいはその車を排除したいっていう考えに行くんですね。SCCA というこのコースマーシャルの人たちは、オフィシャルの人たちはでも比較的ヨーロッパ型の考え方をする人たちですけれども、それでもどちらかというとそういう傾向が大きいですよね。はい、さあズラーはまだ譲ることができません。ここを譲るの難しいでしょうね。非常に難しいですね。その後ろからはアルボレートのマシンも映りました。そしてロズベルグ、ワトソン、ジャコメルのマシンは先ほどからずっと煙を吐きながらですが、まだ走ってはいます。トールマンハートという車ですから、ハートのエンジンって、ブライアン・ハートさんが本当にみんなメーカーがやってるのに対して個人でやったエンジンなんですよね。ですからね、情熱はあるんですけど、やっぱり耐久性、信頼性でハートエンジンっていうのは弱かったんですね。はい、そしてワトソンとロズベルグ、ここは3位争い。いやー、ワトソンは本当にただ後ろからの追い上げ、凄まじいですね。見せてくれますよね、ワトソン。すでに40周目に入っています。周回遅れのズラーもかわして、また前が空いた形になりましたネルソン・ピケ。ピケはノンストップ、あとは走り切るだけというレースです。ちなみにブラバムの当時のオーナー、当時のオーナーはですね、バーニー・エクレストンですね。そうなんですよね。そしてそのチームマネージャーがハービー・ブラッシュ、それからチーフメカニックがチャーリー・ホワイティングとか、それからロジスティックス担当がアラン・ウラード、これ全部今も F1 の FIA の競技長、それからオブザーバー、それから、FOA の、カーゴ部門、要は鈴鹿とか移動する時のエアカーゴ担当の人っていうことで、全部いまだに F1 の主要スタッフなんです。さあ、そして3位争いはテールトゥーノーズ、前がロズベルグ、後ろワトソン。小倉さん、これベテラン2人です。本当にこの2人経験も豊富、そして技も豊富な2人の面白いバトルですよね。3位争い非常に白熱しています。
一瞬距離が近まりますが、その後ロズベルがまた引き離しています。後ろからワトソン。ワトソンはね、本当にもうこの時点でベテランですからね。さあ、そして41周目ですが、マクラーレン、これまたラウダですよね。はい、もう完全にこれトラブルなんですね。もう完全にトラブルですね。ハンドリングがダメっていう状態です。ただとにかく走れるだけ走って、そして、どうなるか分かんないですからね。チームメイトマクラーレンのワトソンに譲っていくことになります。ここは3位争い、前がロズベルグ、後ろがワトソンです。さあ、ここはちょっとこのいぶし銀2人の対決、注目して見ていきましょう。そうですね。で、このワトソンなんですけど、76年と77年に富士スピードウェイで F1 が日本で開催されましたけど、その時にも走ってたドライバーの一人なんですよね。76年ペンスキー、77年は、ブラバムでしたね。73年に F1 デビュー、北アイルランド人ジョン・ワトソンですかね。ペンスキーなんてインディカーに聞く名前ですけど、70年代の中頃ってちょっとだけ F1 に出てたんですよね。82年には、キャリアでこれ一番の成績になるわけですけど、ランキング3位になりました。ベテラン、この当時36歳というジョン・ワトソン。ワトソンはですね、77年にブラバムに乗った時、その時のチームメイトがカルロス・パチェだったんですね。インテルラゴスに名前を残しているドライバーですよね。ただパチェは開幕参戦の後事故で亡くなってしまった、パチェの最後のチームメイトだったんですよね。さあ、3位争いの2台がベテランの2人。ただこの予選でも随分後ろの方からの追い上げになりますから、ワトソンというのはこういったレース、予選22番手からの優勝もありますし、得意なんですね。追い上げの得意ですね。で、条件が悪くなればなるほど頑張る人ですよね。この83年シーズンは6戦を終えて11ポイント、ジョン・ワトソン。前のロズベルグは開幕戦で、失格というのもありました。そしてモナコでの優勝。しっかりそういうところポイント取ってきますよね。市街地レースに強いという印象もあります。そしてアルファロメオのバルディ、ここで譲っていきます。まだこの3位争い、順位は変わりません。前にロズベルグ、後ろにジョン・ワトソン。34歳と36歳の対決。さあ、そしてネルソン・ピケ、トップは43周目に入りました。残りは17周です。かなりこれで勝利が見えてきたところですよね、ブラバムチーム、ピケにとっては。全くここまではトラブルフリーという感じの後半の走りになっています。フェラーリのアルヌーが消えたことで現在は先頭を走っているネルソン・ピケ。この市街地コース、 BMW ターボエンジンが制するかどうかというね。そうですね。さあ、そしてプロストのマシン、プロストは現在8位です。もうすぐポイント争いをしているピケに追いつかれちゃいますね。そうですね、この2人ポイント争いの2人です。やっぱりプロストはですね、その序盤にズラに追突してしまってハンドリングが悪化したっていうのがもう今回ダメ押しでしたね。それももう予選の時からマシンのバランスが取れないっていう苦労をしてたんですが、
ケはこのままの順位でこのレースを終えると順位を逆転することができます。前にはそのプロストの予選も随分悪かったんですね。そうですね、予選は13位、これはワーストグリッド、はい、ルノー時代とルノーチームに加入して以来の、最悪のグリッドでしたね、はい、でこれフロント片側ウィングダメになってますよね、曲がってましたよね、はい、で結局そのダメージ直すよりももうとにかく曲がったままで走っちゃおうというところなんですけども、はい、とにかく良くないですよね、はい、さあポイント争いの2人、ここはネルソン・ピケがプロストを周回遅れにしました。さあここでランキングトップのプロストを周回遅れにしてネルソン・ピケ、あとはゴールに向けてという周回になります。もうやはりルノーチーム自体がその指揮系統もちょっと良くなかったんですね、実は。あ、そうなんですね、はい、チームの代表とかその指揮官になる人たちが3人ぐらいいて、船頭が多くて船が進まないという状況になりつつあったんですよ、はい、そういう中でそのプロストが孤軍奮闘しなきゃいけない状況だったんですね。そのプロストを尻目に45周目に入ってきました。トップネルソン・ピケ、その後ろ2位にアルボレート、3位ロズベルグ、4位ワトソン、5位ラフィー、6位マンセルが入賞圏内6位に上がってきています。そしてブーツェン、プロスト、ジャコメリ、ボウゼル、ここまでがトップ10という45周目の現在の順位です。さあそしてロズベルグとワトソンも少し差が開いているようです。そうですね、開いてしまいましたね、はい、先ほどはねテールトゥーノーズという争いをしていましたが、はい、ロズベルグがちょっと振り切りましたね、はい、そしてトップのネルソン・ピケ、2位のアルボレート、ご覧のような距離です。アルボレートのマシーンがかなり大きくなってきました。明らかに間隔詰めてますね、はい、ネルソン・ピケもそれからアルボレートも作戦としては小倉さんノンストップでしたね、同じ戦略を取ってきました。そしてアルボレートの勢いが増してきました。ここまで今シーズンはポイントがないイタリア人ドライバーミケーレ・アルボレート、現在は2位を走っています。ノンストップ作戦の両者、もうとにかくこの時代のアルボレートはでも速かったですよね、はい、でこういうストリートサーキットですごく良かったですよね。それは前の年のラスベガスでもそうでしたよね、はい、さあ46周目に入ってきました。そして小倉さん、ここではエンジンの争いということで言ってもターボエンジン対ノンターボというこの2人の対決でもありますね、面白いですね、このフォードの地元のグランプリで BMW ターボがこのまま優勝か、それともフォードが後ろから追い上げ逆転するのかというこのエンジンの対決の構図にもなってきました。さあただピケはどうですかね、ペースが落ちたんでしょうか。ちょっとこれアルボレードのペースが上がったのか、そのあたりは少し気になるところです。そうですね、あとこの当時の車ってもちろんシフトチェンジが右手でシフトレバーを普通の車のマニュアルみたいにエッジ型で動かしてるわけですよね、だからね、ものすごくこれシフトチェンジ回数多くて大変だったと思うんですよね。ターンが20個もあるわけですから、はい、これもう通算のシフトチェンジにしてみればものすごい回数やってるということになりますよね、もう基本的にはきちんとシフトをポンポンポンって各段階ごとに落としてきますからね、落としたり上げたりしていきますんで非常に大変ですね。ただアルボレートってこのシフトチェンジにものすごい定評のあるドライバーだったんですよね。あ、そうなんですね、ギアボックスを傷めない、しかも素早いシフトチェンジ、これはもう晩年までアルボレートの特徴の一つでしたね。はい、
そういったあたりも市街地サーキットが得意だというアルボレート、完全に視野に捉えてきました。前にはピケ、後ろにアルボレート、26歳のアルボレート、この時30歳のピケ。さっきのシーン、フォードっていうビルの文字がアルボレートをなんか後押ししてるように見えますよね。はい、レースは47周目。ただアウェーという環境ではありますが、非常に安定した走りを見せている先頭のネルソン・ピケ、そして後ろからティレル・フォード、アルボレート。自動車の街、このデトロイトですが、果たして勝つのはどちらのエンジンか。面白いですよ。だって、しかもこの当時ものすごく天才的なひらめきのある速さのある2人、この戦いですからね。はい、さあいよいよレースは佳境に入ってきます。さあそこに絡んでいくのがまた周回遅れのマシンですが、またラウダですね。ラウダでしたね。ラウダの前が今ボーゼルのマシンもちょっと映りました。ラウダはこのレースはもう周回遅れでしか映ることはありません。まもなく48周目。さあここで48周目に入っていきます。60周のレース。ボーゼルも2周遅れになります。まもなくピケに飲み込まれます。リジェチームはチーフデザイナー、エルブ・ギャラパンっていう人がいたんですけど、この人がもう来年の車をデザインするために今回来てなかったんですね。はい、ですからその車のセットアップとかそういう点でも指示をする人っていうのは1人減っちゃってたんで、余計今回リジは厳しかったですね。はい、さあネルソン・ピケ、ボーゼルを2周遅れ。去年はこのデトロイトグランプリで予選落ち、そしてシーズンは1勝しかできませんでした。82年は非常に苦しんだシーズン、そして迎えた今シーズンは開幕戦のブラジルで優勝、フランス・モナコで2位、そして今もトップを快走です。安定した走りでいかにも勝ちに行く時のピケのスタイルですよね。そして4ポイント差、プロストを追っているネルソン・ピケにとっては大事なレース。周回遅れも次々と料理して、今アルボレートはこの後ろになります。周回遅れ、ボーゼルのマシンを挟んでその後ろ2位のアルボレート。残り12周。さあ間もなく49周目、ここから49周目に入っていきました。そしてアルボレートですが、2位のアルボレートがようやくボーゼルをかわします。また少しこれで距離が開いてしまいました。ピケとアルボレートの距離。さああとはレースはこの2人の対決です。いやただもう本当に1台かわしてもまた1台周回遅れのマシンが見えてきますが、その前に見えているのがアローズのブーツェン。ブーツェンですね、このブーツェンはですね、この2週間前に行われたベルギーグランプリ、彼の地元で初めて F1 にデビューしてまだ2戦目なんですよね。はい、で前の年はスピリットホンダ F2 に乗って F2 レースに出てたんですけど、もしかして来年、つまりこの83年なんですが F1 に来るかなって思われてたんですよ、スピリットホンダで、でも結局それはヨハンソンになってしまった、で彼はアローズから来ることになったんですね。
まだブーツェンがルーキーというのもちょっと我々からしてみるとびっくりするような感じもしますけどね。そうですね。フジテレビ F1 中継に慣れてきた人間にとってはね。はい。当時でもスピリットホンダチームとしてはブーツェンにするかヨハンソンにするかすごく悩んだそうですよ。ああ、そうなんですね。はい。さあネルソン・ピケ、ただピケも周回遅れかわすの非常に慎重ですね。下手なところで無理しないですよね。まあそれともしかするとまだ2戦目のルーキーだっていうのも考えてるのかもしれませんね。ちょっと怖いのかもしれないですね。まだちょっと力を測りかねているというか、呼吸が読みづらいというか、無理はしないネルソン・ピケ。もう残りの周回数は少なくなっています。レースは50周目、ここでかわしていきます。ここでブーツェンをかわしていきます。さあ残り10周となります。ただこれのおかげでアルボレートがだいぶまた近づいてきましたね。はい、本当にモナコと同じように周回遅れによって距離が近づいたり遠ざかったりという、そんな感じのトップ争いの2台。ただここは狭いんですけどコース幅は比較的あるんですよ。はい、市街地としてはですけどね、これ1車線、まあ、片側1車線の2車線道路ですけど、1車線の幅すごい広いんですよこれ。川が映るとちょっとモナコっぽいんですけど、遠目から見るとマカオっぽい感じでもありますよね。そうですね、でもね本当にこの道路の幅が広くて、ここの道路で見て車、これいいななんて思って日本で帰ってサイズを調べるととてつもなく大きい車だって分かったりするんですよ。アメリカンサイズなんですね、やっぱりね。もう何度か痛い思いしてますから、よくわかります。さあ自動車の街デトロイト、そのデトロイトフォードの野望の前に立ちはだかるブラバム BMW ネルソン・ピケ。さあそして2位のアルボレートとはご覧の距離です。このままピケが優勝を飾るのか、後ろからはアルボレートが来ています。アルボレートも本当にいいペースですよね。さあ51周目とピケが少し今マシンが、ただここはスピード取り戻しましたよね。いやでも遅いですよ。一瞬今遅くなったような、さあネルソン・ピケのマシンにここで異変です。さあ後ろからアルボレートがやってくる。2位のアルボレート一気に距離を詰めてここでピケをかわしていきます。これでアルボレートがトップ。さあピケにはトラブル発生です。左のリアタイヤですね。左のリアタイヤ完全にパンクしています。トップを走っていたネルソン・ピケ、ここでアルボレートに首位を譲ります。いやーこれピケにとっては悔しいトラブル。左のリアタイヤパンクです。これ実はですねコースの釘を拾ってそれでエアが抜けちゃったっていうんですね。そうなんですね。さあこれでレースは51周目、アルボレートがトップに立ちました。ネルソン・ピケがまさかの失速。その間にこのグリーンのマシンアルボレートトップを奪っています。これから52周目に入っていきます。これねアルボレートのノーズ見えるかな。よく見るとですね、ベネトンのマークの下にフォードのロゴが大きく入ってるんですよ。黄色く先端がなってますけど、その上に青い楕円形フォードのブルーオーバルって言うんですけど、フォードのエンブレムが今回だけ大きく入れてあるんですよ。ついにそのフォードエンジンがこのデトロイトでトップに立っています。で今回やはりここで勝つとしたらここしかない。それと長年フォードが貢献してくれたというのでケン・ティレルが
ベネトンの方にもお願いをして、今回だけフォードのロゴを大きく貼らせてくれっていうふうにしたんですね。はいはいはい。いや、その願いも少し通じたでしょうか。で、一方ピケ、そうですね。はい、今ピットからこれピットアウトの映像ですが、はい、これタイヤを変えたんですね。はい、4位でレース復帰ですね。はい。で、実はこの後ですね、ブラバムチームのチーフメカニックチャーリー・ホワイティングたちなんですけど、はい、タイヤを蹴っ飛ばしてたそうです。あ、そうですか。さあ順位を確認しておきましょう。1位がアルボレート、2位ロズベルグ、3位ワトソン、4位ピケ、5位にラフィー、6位マンセル、7位ブーツェン、8位プロスト、9位ジャコメリ、10位ボウゼル。アルボレートがこれでついに先頭に立ちました。そしてトップ10の中にフォードエンジン7台、はい、ということで小倉さん、はい、このデトロイトでフォードエンジンがトップに立った、大きいことですよね。でフォードエンジンって言えば、このアルボレートが今搭載しているのは DFY という新型エンジンなんですが、はい、基本的にはそのコスワス DFV というエンジンの、発展型ですよね。でこの DFV というエンジンはもう67年の、オランダグランプリでジム・クラークが優勝してからずーっと勝ち続けてきた、長く戦ってきたエンジンですよね。本当に歴史を持ったエンジンです。そしてしかももともとはそのロータスのコリン・チャップマンが、作らせた、フォードに頼んで作らせたエンジンだったわけなんですが、ところがその時にワークスはロータスのエンジンしか行かなかったんですね。そしてロータスオンリーだったんですが、68年にケン・ティレルが当時マトラインターナショナルというチームを持ってたんですが、それが後のティレルチームなんですけど、そこでコスワスに頼んでワークスエンジン出してもらったんですよ。それでジャッキー・スチュワートとチャンピオンを取って、そして後のティレルの黄金時代を作るわけですね。ですからそしてその後それと前後してコスワスはエンジンを市販し始める。そして DFV 勢が増えて70年代は DFV 勢の転換になったわけですよね。ですからケン・ティレルが今回フォードのためにフォードのロゴを大きくしたいって言ったのは、はい、そういう過去のお礼の意味もあったんですよね。なるほどね。このフォードがそういう決断をしてくれた、そして寛大にもうちにエンジンを早く出してくれた、そのおかげなんだっていうのがあったんですね。ただ80年代、この当時はターボエンジンが非常に強くなってきた、はい、その意味で、このアルボレートの走り、そしてフォードエンジンの走り、本当にね、ターボエンジンが非常に強くなってしまって、それはもう2年ぐらい前からフォードも予見してたんですね。はい、それでその創始者のキース・ダックワース、技術部門の最高責任者でしたけれども、ショートストロークの高性能版が欲しい、必要だっていうことで開発を始めたんですね。ただ当時の本体のデザイン部門っていうのはあまりにも忙しくていろんな仕事を抱えてましたんで、できないということで若手のマリオ・イリアンとポール・モーガンのコンビにやらせたんですよ。そうなんですね。はい、それで DFY というのを作ったんですが、開発当初は実はエンジンパワーが普通の DFV よりもパワーのないエンジンを作ってしまって大パニックになったっていうのがあったんですね。さあそしてアルボレートが先頭を走っています。今はロズベルクのマシンも映りました。アルボレートが、80年のヨーロッパの S3 チャンピオン、はい、本当にその速いドライバーで天才的な速さを持ってるって言われてましたよね。ですからどちらかというと80年代後半のアルボレートっていうのはこう安定した走りでマシンを壊さなくてっていうイメージなんですけど、この頃のアルボレートは本当に速い天才的なドライバー、しかもマシンを壊さない、すごくいいドライバーでしたよね。ただ本当に88年でフェラーリを去って、そしてその後中堅チームで戦ったわけですけど、最後までレースを愛した人でしたし、2001年に4月に、ルマンカーのテストの時に亡くなってしまったんですけど、僕はその前の年に会って自分の車すごく自慢されたんですよね。で、俺の車、俺が育ててる車、俺が育てた車で来年ルマンを勝つ、絶対勝つ、
見ててくれよってニコニコしてたんですけど、ですから本当にね、辛いんですけど、でも、最後まで素晴らしいドライバーでしたね。そしてこのヘルメットもちょっと有名なんですよね。はい。ロニー・ピーターソンに憧れていたので、ですからそのロニー・ピーターソンのカラーリングに近いダークブルーと黄色のカラーリングなんですね。さあ、そして先ほどちょっと小倉さんがおっしゃったフォードのマーク、少しノーズにも見えました。そうですね。そしてその DFY なんですけれども、そのマリオ・イリエンとポール・モーガンにやらして、ちょっと最初は大失敗になって、それでキース・ダックワース実はパニック状態になりまして、それでコスワースのデザイン部門本体の方にもショートストローク版なんとかしろっていう命令が来て、当時のチーフデザイナーの、ジェフ・ゴダードがそれはやったんですが、で両方の結果を合わせながら開発していって、最終的にまずイリエンの方の、DFY もできた。それからほぼ同時にショートストローク DFV というものもできた。そして今回使われているのはこの DFY ですね。そしてイリエンとモーガンはこの83年末でコスワスを去ります。そしてインディーカーエンジンの製作に入ってイルモアという会社を起こすんですよね。それがイルモアエンジン、そしてメルセデスの現在のエンジンにつながっていくわけですよね。ベネトンカラーのこのティレルのマシーン、グリーンです。そうですね。ティレル、その代表ケン・ティレル、本当にもう昔は50年代は F3 ぐらいまで走ってたドライバーでもあったんですよね。でそれがチーム監督として転身したわけで、60年代後半にマトラインターナショナルというチームを組んで、そしてそのコスワスでエンジンを得て、ジャッキー・スチュワートを得て、そしてチャンピオンを取りに行ったわけですよね。で70年代前半にはそのティレルチームに変わって、そしてもう本当に強いチームでしたね。非常に日本人ドライバーとも関わりの深いイメージが強いですけどね。そうですね。89年中島さん乗りましたし、それから片山右京さんも93年から96年乗りましたし、中島さんもね91年の引退までティレルでしたよね。でケン・ティレルはですね、とにかく才能のあるドライバーを発掘してきて、そしてそれを育てるっていうのが非常にうまい人だったんですよね。アルボレートもそういった意味で抜擢されたといいますか、新進気鋭のという感じですよね。まさにその通りだったんですね。そのアルボレートが現在先頭、いよいよこのデトロイトグランプリも大詰めを迎えています。もう本当にね、ケンおじさん、アンクルケンって呼んでましたけど、ケンおじさんは本当にレースに対する情熱が熱い人で好きでした。レース大好きでしたね。でね、実はこの時ピットでタイムキーパーラップチャートつけたりタイム測ってる人がいるんですけど、これはケン・ティレルの奥さんのノーラさんだったんですね。そうなんですか。なんかこう夫婦で、本当にレースが好きでやっているという感じなんですかね。で実はピットにはジャッキー・スチュワートも応援に来ていて、でジャッキーはこの頃アメリカンテレビの解説とかもやってましたし、それでフォードとも親しい人だったわけですよね。そして後にそのフォードとの関係でスチュワート・フォードというチームを作って、それが後にジャガーになったわけですけどね。でもちろんティレルは96年まで活動をして、その後 BAR になり、 BAR から今のホンダチームにこう権利が変わっていったわけですよね。さあトップのアルボレート57周目、2位にはロズベルグ、リジェを挟んで3位がワトソンです。ということでこれ1位から3位までがフォードエンジンになりました。もうフォード大喜びですね。そしてロズベルグの前はブーツェンです。もう残りはほとんどありません。周回数少なくなってきました。ここでブーツェンをかわしていきますロズベルグ。そして先頭のアルボレートのマシーン、その前に見えるのがマンセルです。そうですね。マンセル当時まだ29歳、で、
ロータスでコリン・チャップマンに見出されてロータスに来たわけですけど、前の年にその12月にコリン・チャップマン亡くなってしまって、急激に後ろ盾を失ってチームでもう立場がなくなっちゃってたんですね。はい、まだ後の輝きはこの時点では見せていないという、はい、そのマンセルをかわしていきます。周回遅れにしていったアルボレート。さあレースはいよいよ58周目に入っていきます。もうこのアルボレートもノンストップ作戦だったわけですから、これティレルチームの作戦も小倉さん当たったという感じですか？大成功ですね、で実はこのティレルチームもタイヤ選択最後まで悩んだんですよ。はい、で日曜の朝のフリー走行の時にもウォームアップ走行の時にも、グッドイヤーのこれ B コンパウンド固めと C コンパウンド柔らかめ2つをテストしたんですね。はいはい、で最終的に、アルボレートには固めの B コンパウンド、そしてサリバンには柔らかめの C コンパウンドを付けさせたんですよ。はい、これ結局やはり固めの方が良かったという最終的なみんな評価だったんですが、もう全てがうまくいったんですよね。はい、そしてフォードエンジンにとってもかなりこのレースに関しては午前試合のようなそんな様相を呈していたようですが、そうですね、ヘンリー・フォード2世、これ CEO 兼会長なんですけれども、その人が来てましたし、それからレース部門の責任者マイケル・クラネファスも来てました。ですから本当にフォードのモータースポーツ、それからフォードの企業重役ほとんど来てたんですね。で実はフォードだけじゃなくて GM やクライスラーも注目してたんですよ。ライバル会社もね、はい、同じデトロイト近辺ですからね。はい、でクライスラーはこの後87年にランボルギーニを買収して、そして89年から93年にはランボルギーニに F1 やらせるわけですよね。ただそれにしても上位3位表彰台すべてがフォードエンジンというのは、いろんなことがありましたから、逆に言うとすごいなという感じですね。そうですね、下馬評ではそのフォード勢有利と見られてはいたんですが、これほど完璧にいくとは思わなかったですよね。でも本当にこのアメリカでこのレースをやってフォードが今上位に来てる、アメリカ人の注目度もこれで実は上がったんですよね。で今僕はそのアメリカの自動車技術学会にいますけど、そこにいる例えば若手のエンジニアなんかと話すると、この頃のデトロイトグランプリを直に見たんだ、で F1 を見たからすごくやっぱり車のエンジニアになろうと思ったっていう人も多いんですよね。なるほどね。でそういう人たちが今また若いエンジニアを教えてたりして、一つそういった流れを作っているわけですね。でそういうところで例えばマーシャルやってた人たちなんかは今 US グランプリの車検委員長をやっていたりとか、実はインディアナポリスにいるマーシャルにも随分上の方にいる人たちが実はこの時に現場で活躍している人たちが多いんです、そしてそのデトロイトの街をトップ快走のこのアルボレートは当時新進気鋭のドライバーです。本当にね、こっからどんどん出世していく時期でしたよね。それとこのアルボレートって人柄もすごいいい人なんですよ。すごくね正直だし、謙虚な人だし、それから個人的に話しててもすごく相手を気遣ってくれるんですよ。ですからね、すごく気遣いのある人で、僕も仲良くしてもらいましたし、それから本当にパドック、それからファンからもものすごく愛されてた人でしたよね。ですからね、本当に彼がレースを愛して最後まで走り続けた。でもそれで亡くなったっていうのは本当に辛い思いもあったけど、でも彼は彼なりの人生の全うの仕方をしたのかなっていうふうには思いますね。さあミケーレ・アルボレート、イタリア人ドライバー、ファイナルラップへと入っていきます。81年ティレルから F1 デビュー、そして82年ラスベガスで F1 初優勝、そして迎えたこのアメリカ東デトロイト、トップでファイナルラップ、そして2位にはロズベルグ、3位にはワトソンです。いずれもフォードエンジンというこの3台が表彰台圏内、ファイナルラップに入っています。この83年シーズンは最高でここまで8位、苦しんできたアルボレート、リタイア3回、
しかしようやくこの苦労が報われる時がやってきました。しかも何といってもフォードのお膝元、はい、何か見えない力に後押しされたような、そんなアルボレートの走り、劇的な走りですよね。丹米のストップから始まってちょっと神がかっているような、そんな後押しを受けた印象もあります。さあ間もなくその瞬間を迎えます。もうすでに歓声は大きくなっています。トンネルを越える。82年の最終戦ラスベガスグランプリで初優勝、それ以来の2勝目へ向けて、さあミケーレ・アルボレート、トップチェッカーが用意されている。チェッカーが振られます。優勝はミケーレ・アルボレート。なんといってもこのフォードの地元デトロイト、フォードに捧げる勝利です。そして2位にはロズベルグ、3位にはワトソンが入りました。劇的な勝利、ミケーレ・アルボレート通算2勝目、そのウイニングランです。本当にフォードにとってめでたい、ありがたい勝利でしたね。そしてこれがコスワースエンジン155勝目、コスワース DFY としては最初で最後の勝利、また 3000cc-V8 のエンジンとしてもこれが最後の勝利になるんですね。はい、アルボレートは83年第7戦にして初得点が優勝という、これも劇的な結果になりました。このデトロイトのファンから多くの声援が送られています。さあその83年第7戦デトロイトグランプリの結果です。優勝はティレルのアルボレート、2位にウィリアムズのロスベルグ、3位マクラーレンのワトソン、4位ブラバムのピケ、5位にウィリアムズのラフィーです。6位がロータスのマンセル、つまりピケ以外のトップ6すべてフォード・コスワースということになりました。そして7位以下ご覧の通り、ブーツェン、プロスト、ジャコメリ、ボウゼル、ズラー、バルディ、そしてファステストラップはワトソンでした。ドライバーズポイント、プロスト28ポイント、ピケ27ポイント、1ポイント差に迫りました。タンベイ、ロズベルグ、ワトソン15ポイント、そしてアルボレート初得点です。さらにコンストラクターズ、ルノー36ポイント、ウィリアムズ32ポイント、フェラーリ31ポイント、ブラバム27ポイント、マクラーレン25ポイント、ティレル11ポイント。さあ小倉さん、すごいレースでした。はい、本当にすごかったですね。ラップリーダーがすごく入れ替わって、でも最後に笑うのはアルボレート、しかも名エンジンフォードコスワースの偉大なる勝利でしたね。はい、非常に印象深いレースとなりました1983年 F1 アメリカ東デトロイトグランプリ、小倉重則さんの解説でお伝えしました。小倉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。